はい、こんにちは、やっさんです。こちらの動画では、エバーノードの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、私たちは11月27日のローンチを目指していますということで、このザハウネットワークというものがですね、公式ツイッターの方で、タイムラグがあったんですけども、ツイートの方が公開されました。で、エヴァノードのね、エアドロップ、ローンチはですね、このザハウネットワークがローンチされてから、そのザハウネットワーク上でエヴァノードがね、ローンチする必要があるため、最初にね、こちらのザハウネットワークのローンチをね、待っていた方も多数いるかと思いますので、これで一応ですね、ザハウネットワークの方がローンチしたということで、こんにちは世界ということでですね、公開の方されてました。で、それに対してエヴァノードのね、アカウント、ツイッターアカウントの方もコメントされておりまして、エヴァノード XRP レジャーは、ザハウの立ち上げに、ローンチに参加し、XRP レジャーエコシステムに、超柔軟で超拡張可能なスマートコントラクトをもたらすことを誇りに思いますと。で、ザハウが存在する今、エヴァノードも存在することができますと。で、私たちは11月27日のローンチを目指していますということで、すでにザハウの方はローンチしたんですけども、ザハウ上でエヴァノードがローンチするのは11月27日の予定ということで、公開の方されてます。で、間もなく私たちは XRP ホルダーとベータテスターのエアドロップを請求するための、最終ステップを発表しますと。XUMM がザハウ上で、XRP レジャーアカウントをクローンするためのサポートを追加するまで私たちはそれらを発表することができませんと。これらのエアドロップを請求するために XRP を燃やしたり移動したりする必要はありませんよということで、コメントの方されてます。だから今後ね、今過去ですね、XRP のスナップショットが行われて、それに対してエバーズのね、トークンのエアドロップされるんですけども、その請求手順に関しては、今後ですね、また共有の方があるようです。はい。で、続いてですね、エヴァーノードチームがエヴァーノードをローンチする準備ができたら、ザハウネットワーク上でローンチしますと。で、その時点で XRP のスナップショットに含まれていた人々は、ザハウネットワーク上でエヴァーズを要求することができるようになりますということで、一応このチームのモデレーターの方ですね、ディスコードの方でコメントのされてました。で、続いてですね、ゲートハブの方がですね、コメントの方されてまして、11月15日にウォレットと DEX でフルサポートを提供できるよう準備を進めていますということで、公式ツイッターの方でですね、どうやらね、ゲートハブの方がね、サポートするようです。で、11月15日にね、イベントの方行われるようですので、また詳細の方ね、わかりましたら共有の方していきたいと思います。はい、で、続いてですね、ザハウネットワークは現在特定のウォレットにのみ稼働しているのでしょうか。私はザハウノードに切り替えたかったのですが、できませんでしたということで、これはおそらく XMM ウォレットのね、話になるかと思います。で、XMM は次のアップデートでザハウをサポートし、フックスの完全互換性などを実現する予定だということで、だから XMM ウォレットで、XUMM ウォレットでね、次アップデートがあるんですかね。そのアップデート後に、おそらくね、ザハウノードっていうのを切り替えることができるようになるのか、またね、詳細の方分かりましたら共有の方していきたいと思います。はい、続いて、エヴァノードのエアドロップをさらに進めるためには、XMM ウォレットを、使用する必要がありますかという質問ですね。厳密には違いますと。しかし、ザハウネットワークはまだ日が浅いため、このネットワークをサポートすることを表明しているウォレットがまだ多くありませんと。XMM は早急にサポートする予定ですが、ハードウェアウォレットはこの点で遅れを取るでしょうと。したがってザファーネットワークにアクセスし、エヴァノードをやり取りするための最善の方法は XMM ウォレットを使用することですと。いうことで、だから、ハードウェアウォレットは少し遅れてしまうんですかね。ただ、サポートする可能性もありますので、まあ、それを待つのか、先に XMM ウォレットを使ってですね、進めていくのかっていう形になるかと思います。はい、続いて、11月27日のローンチを目標にウェブサイトを更新しましたということで、エヴァノードの方で、公式ツイッターの方で、ウェブサイトのね、公開の方されてました。内容の方は、そのね、11月27日にローンチする予定ですっていうものと、あとはエアドロップの手順を今後ですね、また詳細を共有しますっていう内容の方が記載されてますので、今回の動画の概要欄の方にですね、今回の動画の元記事のリンク貼っておきますので、そちらクリックしていただいて、こちらね、エヴァノードをクリックしていただきますと、ウェブサイトの方を見ることができます。
はい、続いてですね、発売を簡素化するために、ベータテスターのエアドロップについてのいくつかの変更を決定したということで、このね、ベータテスターとかね、ホストっていうのはちょっと僕の方でもね、まだよく理解できておりませんので、今後ね、また分かりましたら共有の方していきたいと思います。はい、続いてまた GitHub およびですね、こちら、XAMM のね、ウォレットの創設者の、ウエストウィンドさんがね、ツイートの方でされてました。近日公開と、ザハウの EUR、USD、GBP および、その他の暗号資産ということで、興味深いということで、ザハウで発行された XRP、XRP レジャーで発行されたザハウ、ということで、GitHub 発行の、IOU を使用してネットワーク間を移動と、両端の DEX で利用可能ということですので、先ほどの GitHub の投稿ですね、おそらく IOU のトークになるんですかね、ちょっとまだ内容の方わからないんですけども、それについてですね、引用の方されてました。はい。続いてですね、ザハウと USDT の取引がライブになりましたということで、ビットルー取引の方にですね、上場の方をしました。詳細の方こちらのリンクの方に載っております。USDT ペアになります。はい、続いて XEMM の問題は小さな携帯、電話画面でしか使用できないことですと。私はこれらすべてを PC 上で行うことを好みます。行いたいですと。ということで、一応ね、Discord の方で共有の方されてたんですけども、このクロスマーク IO っていうウォレットですね。Twitter のリンクの方に載せておるんですけども、こちらの方でね、もしかしたらデスクトップウォレットで、利用できる可能性があるということで、まもなくザハウネットワークにも対応する予定ですということで、共有の方されてました。はい。で、チームはもうコインを配布しましたかということで、いや、11月27日以降だろうということで、エヴァノードが11月27日にローンチしたら、その後からね、請求手順になるのかなと思っております。はい、こちら最後になります。ビットルは XRP を手放さずに、ザハを入手する方法を提供するということで、先ほどね、USDT ペアの方が上場しましたので、USDT を使って、ザハを手に入れるって形になるのかなと思っております。はい、ということでね、ここまでが、直近の情報になりますが、次の、ステップとしては、以前ね、XRP で、スナップショットを迎えた方が、エバーズのね、トークン、エアドロップを受け取るために、またね、手順の方が、公開の方されるかと思いますので、そちらの手順の方がまた公開されましたら、実際にね、また僕の方で情報の方、共有の方していきたいと思いますので、とりあえず一旦ね、速報として、まとめてお伝え、させていただきました。で、僕の方は今ですね、XRP レジャー関連だったり、あとはフレアネットワークス関連だったりね、リップル関連、SEC 関連、すべてですね、毎日海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまたですね、別の動画も見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄概要欄の方にですね、僕の公式 LINE のリンク貼っておりますので、そちらクリックしていただいて、お友達追加していただいてコメントされた方にはですね、すぐに僕の方で、返答をお答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさんライン公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。